はい、ということで皆さんこんばんは、ケンタでございます。今日もね、スーパースターモードやっていこうかなというふうに思います。はい、ということでね、ちょっと夏になって、めっちゃ暑くなってきましたけど、皆さん体調いかがでしょうかということでね、今日はね、スーパースターモードやっていくんですが、ちょっとブロンコスが相手ということで、どうなるかですよね。ディフェンスも結構レベルが高いチームなので、そこに対してどうやって攻めていくかっていうところですけど、ラン、ショートパス、この辺でちょっと切り崩してまずは、やっていこうかな。ということで、そうね、どこの位置におるか次第なんですけど、ちょっと後ろ気味やったらランで行きたかったけど、でも監督が言ってるなら、ショートパスで行きますか、じゃあ。そんなに後ろ気味ではないのか。じゃあ、とりあえずアダムス選手で行きましょうか。よっしゃ、行きますよ。うわ、やべ、マジか、引っかかっとる。いやー、今のは引っかかっちゃったねー。マジですか。オッケー、じゃあとりあえずそうですね、ちょっと前に行きたいですけど、ちょっとスポットオプション使って、でちょっとここにラクア選手で合わせていこうかなと思っております。はい、よしよし、オッケー、ナイス、オッケー、よし、ということで、まず3ヤード、あと4、サードダウンであと4ヤードですね。ここをどうやって切り抜けていくかっていうところで、そうね、ちょっと厳しくなってきたけど、スーパースターモード的には。なので、スラントでいくか、ちょっと、フラットコンボでいきますか。で、ここはそうね、多分、ナクア選手とアダムス選手が警戒されると思うので、ここは A のブラウン選手でいきましょう。よし、オッケー、ナイス、よし、とりあえずファーストダウン取ったね。いやいや、良かったですよ。で、これはそうですね、とりあえずファーストダウンということで、ここで一旦ラン挟みましょうか。よし、とりあえずちょっとまだパスの警戒もしてるっぽいので、ちょっとここは一旦ランですね。いいよ、ナイスブロック。よし、オッケー、いいですね。で、ランもあるっていうことで、ちょっと相手に認識させたかったっていうのもあるんですけど、ここはそうね、ちょっと PA クロスでいきますかね。プレイアクションですね。なんで、前のディフェンス、真ん中のディフェンスですね。これが前に突っ込んできたら、ブラウン選手いけるんですけど、でもナクア選手だからね、前走るのいけるんじゃないかな。突っ込んで、いや、下がったな。じゃあこっちだな。よし、オッケー、ナイス。さて、じゃあここはセカンドダウンだもんね。セカンドダウンなら一旦ランで行ってもいいと思うんですよね。だからちょっと一旦ランで、でも警戒されてはいるか。でも1ヤードならいけそうな気がするけど、よし、行こう。よし、いいよ、ナイスラン、いいですね。ちゃんとスペース空いてたんでね、よかったっす。オッケー。ほんで、そうですね、ここファーストダウン取れたということで、しかもこの距離でしょ。相手陣地に結構近いので、レッドゾーンだもんね、今ね、ちょうど、多分。だから、ランです。ここは一旦ランで、下がることを見越してたんだけど、突っ込んできたね。いやー、真ん中のディフェンスは突っ込んできましたね。はい、ということですね。ちょっとね、さっきのプレーをちょっと見直していきたいなというふうに思います。で、さっきね、僕最初に思ったのが、ここのディフェンスとここのディフェンス、これが下がるかなと思ったんですね。レッドゾーンというか、ゴール近いので相手の。で、実際にじゃあどう動いたかっていうと、ここのディフェンスですね。ここのディフェンスが前に突っ込んできましたと。要はランを止めるために多分前に来たんですよね。で、その、ディフェンスに対して、ここの18番のファーガーソン選手がブロックに行きましたと。で、そこは良かったんですよね。で、そうなった時に、ブロックしてたんですけど、ここのファーガーソン選手がちょっとね、体勢崩しちゃって、で、このウィリアムス選手が走るこのルートに、こう、もうバンって前に出ちゃっ
たんですよね。要は崩れちゃって、ルートを防いでしまったっていうのがあって、まず。で、ここのね、ディフェンスですよ。ここのディフェンスとここですね。オフェンスね、ラインですね。ここのディフェンスたちがやってたんですけど、ここも崩れたんですよ。で、そうなってくると、なんていうのかな、ウィリアムズ選手はこういったなんだろう、こうなっちゃったんですよね。要は、ドーンってぶつかって、ルートがないから、左に寄ったんですけど、そしたらここのディフェンスがここのね、ラインが崩れたので、このディフェンス自体が、突っ込んできて、で、止められたっていうことになります。なので、ちょっと一旦ね、見てみましょうか。いきます。で、突っ込んできたと。で、ファーガーソン選手はとりあえずブロックに行きましたよね。ただ、ブロック崩れて、はい、ルートを防いでられたと。で、そうなると止められるわけですよね。で、何が起きてるかっていうと、この77番のところね、要は外から崩されて、中にも入ってきちゃって、止められてるっていう形になるんですよね。なので、理想的なのは、ファーガーソン選手が、ちゃんと抑えて、体勢を崩さずに抑えていれば、ルートがちゃんとスペースが空いてたっていうのもあるんだけど、結局、77番の方も崩れてるので、どうだろうね。多分そのまんま行ってもちょっとは止められてたかなっていうのがあるんですけど、なんだろうな。外側からの、崩し方なので、これ多分、ファーガーソン選手が、今、ルート上にいなかったら、ワンチャン、振り抜けた、形になるのかなというふうに思っております。で、これね、ちょっともう、仕方ないことなんですけど、そういう形で、止められたという形になります。はい。ということでですね、さっきのね、ランはね、ちょっと惜しかったんですけど、セカンドダウンでね、ちょっと12ヤードになっちゃって、ちょっと厳しいかなというところなんですが、とりあえず、でもまだギリギリ、いけるかなというところで、とりあえずこれでいきますか。ショートパスですね。なのでここは狙えればナクア選手行きたいですけど、真ん中いないからね、意外と狙えるかもしれないけど、無理だったらアダムス選手で行きます。こっちの方がいいね。とりあえず前に行こうか。サードダウン5ヤード、サードダウン5ヤード。オッケー。じゃあないか、使ってないか。オッケー。そうね、とりあえずここの場面だと、そうだな、多分下がると思うんだよな。なので5ヤードだからファーストダウン取りに行く形で行きましょうか。なのでここはナクア選手行ければ行きたいですよね。それかブラウン選手ですかね。ちょっと様子見ながらですけど、ちょっとこちらごめん、マジか、申し訳ない。今のは俺のミス。いやー、ルートがねちょっとでかかったですけど、しょうがないですね。とりあえず次でしょう。よし。さあ、レッドゾーンまで行けてたっていうことでね、3点フィールドゴールで取ってるって感じですよね。で、ディフェンス結構ちゃんと抑えてくれてて、よかったよかった。そんな大差にならなくてよかったですよね、とりあえずは。で、ここはそうですね、とりあえずショートパスで前に進みながらっていう形でいきましょうか。なので、タイトエンドドライブで。で、ここはファーガーソン選手でいきましょう。よし。さあ、いいね。ナイス。いいよ。オッケー、5ヤードいったね。よし。じゃあ、そうだね。今のは、そうね。いい形で決まりましたけど、ここでね、ランっていうのも確かにありっちゃありなんだけど、またさっきみたいにね、止められる可能性もあるっちゃあるので、ここはスラントかな。いや、ちょっと待ってよ。こっちで行こう。OK、じゃあ、とりあえずここはブラウン選手かな。真ん中のディフェンス下がると思うんでね。ちょっと微妙ですね。でも下がったんで、とりあえず、なんとか、通りましたね。あれはもうディフェンス振り切った後に投げてるので、いい感じでしょうね。OK。で、
ここでプレイアクションをかましてくるか。まあ、確かにありだな。そうね。プレイアクションで、まあ、ランも使うっていうところは見せてるので、ちょっとプレイアクションでいきますか。で、ここで、まあ、真ん中のディフェンスが前に突っ込んできたら、てか、まあ、中川選手にひっついていったら、ブラウン選手ですね。よし、オッケー。まあ、ひっついていってたっていう感じではなかったけどね。はい、ということですね。まあ、ちょっとさっきのプレーをもう一回振り返っていこうかなというふうに思います。で、まあ、投げたのはブラウン選手ですね。はい。で、自分が最初予想してたのは、ここの真ん中のディフェンスとここの真ん中のディフェンスですね。まあ、この2人が、前に突っ込んでくるか、後ろに下がるか、で、ちょっと思ってたんですよ。で、下がれば、まあ、要は、中川選手かなって言ってたのは、こう、中川選手がショート気味で走っていくというところで、このブラウン選手がこの裏から行くっていう形ですね。で、PA アクション、まあ、プレイアクションなので、要はここの、ランを止めに来るっていう体で、このディフェンスはこう来るかなと思ってたんですよね、こう。で、だから、まあ、要は前に突っ込んできたら、まあ、ブラウン選手で、後ろに下がったら中川選手っていう形で決めてたんですけど、まあ、このディフェンスがね、なんかよくわからんけど、こう動いたんですよね。そしたら真ん中ガラ空きになるわけですよ。で、まあ、どっちもフリーだったんですね。中川選手もブラウン選手もフリーだったんですよ。で、どっちかっていうと、じゃあまあ、なんだろうな、どっちに出すかっていうところで、まあ、中川選手でもよかったんですけど、ちょっとね、距離が遠いところの、まあ、ブラウン選手に出そうかなっていうところで、まあ、さっきはブラウン選手ちょっと出したっていう形になるんですね。なので、ちょっと一回ね、見てみましょうか。で、スーって言ってて、ほら、真ん中のディフェンスが開いてるわけじゃないですか。で、なんなら中川選手にもついてない、ブラウン選手にもついてないと。で、そうなった時に、まあ、中川選手のところのディフェンスっていうか、まあ、カバーが多分、この距離だと、左のね、カバーが入ってくる可能性が、まあ今、後ろ向いてましたけど、67番のね、ディフェンスですね。あったっていうのもあるし、まあ距離も稼ぎたかったっていうのもあるので、ブラウン選手に投げて、見事、まあ、ファーストダウン取れたという形に、なります。はい、ということで、まあ、理想的な形という感じではなかったんですけどね。まあ、ディフェンスが運よく、こう、左に両サイド開いてくれたんで、なんか、多分、裏から、まあ、ランが来るなり、なんなりって多分予想して開いたのかなとは思うんですけど、まあ、それがね、あったおかげで、まあ、ああいう形でちょっと決めることができたかなと思っております。で、ここはね、まあ、ちょっと、慣れてるやつでいきましょうか。で、ここ、ブラウン選手ですね。間に合わんかった。すいませんね。すいません。まあ、5ヤード下げられるんですけど、まあ、しょうがないです。さて、まあ、ちょっと5ヤード下げられましたけど、ちょっと間に合わなかったっていう形ですね。どうしようかしらね。ファーストダウンだもんね。まあ、ここは多分ランで行ってもいいけど、ちょっと一旦は、パスですね。で行きましょう。で、今ちょっと真ん中のところが若干空き気味だということで、ちょっと、まあ、ウィリアムス選手でもいいかなとは思うんですけど、まあ、そうね、アダムス選手でもいいかな。ただ、真ん中の動き、そうね。ちょっと待って、ごめん。いやー、ちょっと、ダメだったねー。オッケー。じゃあ、オッケー。今のはもうディフェンスの目の前に投げちゃってたね。あれ、普通にイントされてたらやばかったけど。オッケー。じゃあ、ここはさっきのちょっとできなかった分、まあ、ブラウン選手でいきましょうか。で、これはね、意外とね、真ん中がこう、手前開く形なんだよね、いつも。よし。おっと、マジか。ファンブルだと？でもよかった。とりあえず、あれか。とりあえずちょっとスキップでしょう。インコンプリートなの？まあ取れてはいるのか。サードダウンね。まあ Y シェイクでいくか。
ここで Y シェイクを使うのは多分得策かなとは俺は思うんだけどね。なんでかっていうと、まあ近いからね、ゴールが。なので下がり気味だと思うんですよ。なのでここにいけるか。ナイス、オッケー、いいよ、素晴らしい。さあ、おう、タッチダウンじゃん、いいねマジか。オッケー、じゃあちょっとまあちょっと今日のねメニューというか、コーチ的にこういう風にしてくれっていうのがまあ2個2つぐらいあって、まあサックされるなっていうのと、要は自分でファーストダウンをラッシュでも、まあ要はラッシュしてくれっていうことなんだけど、要は自分があれですね、ファーストダウンを取りに走っていくっていうやつですね。なのでちょっと試してみようかなとは思うんですが、ちょっといけるか。ごめんサックされたわついにサックされたわ。いやー、ちょっと今のは申し訳ない、すいません。ということで OK。 さてこれですよね。これウィリアム選手結構いけそうな気がするんだよね。まあヒグビー選手が1人ディフェンスを引っ張っていく。まあでもね、真ん中下がると思うんだよね。真ん中の要はゾーンだと思うんだよこれ。わからんけど、いけるかも。いや、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ごめん、無理だー。3ヤードかー。じゃあまあさっきの Y シェイクでいくか。さてこれはでもウィリアムス選手、まあちょっと早めに投げてもいいかもしれんね。今えらいディフェンス下がってるけど。ということで、おお、ナイスキャッチ、素晴らしいいいねいやー、今のも良かったね。あれはナイスキャッチですね。よし、ということでちょっとナクア選手も使っていきたいですね。なのでアンダーセカンドダウンか。まあここはナクア選手につなげてっていう形でいいかなと思うんですよね。まあ全体的に下がるとは思うんで、その手前でディグでまあナクア選手ですかね。よし、マジか。なんかね、ナクア選手とね、すごいなんつうのかな、要はそのスーパースターモードあるあるですけど、要はなんか信頼関係があんまり成り立ってないらしくてですね全然キャッチしてくれなくなるっていう今事件に発展してるんですけど、まあこれはアダムス選手かナクア選手に行きたいですね。まあそれが無理ならブラウン選手かな。よし、無理だわ、ごめん、申し訳ない。いやー、マジか。いやー、くそ。1秒だもんね。でここはね、もうあれですよ、ちょっと1秒しかないのでもう自分で行くか。よしよし、走れ。ミディアムラッシュ、とりあえずさてハーフタイム行きましたね。いや、これはどうなるかだな、マジで。ちょっとナクア選手との相性っていうか、まあコンビネーションがねあんまりうまくいってないので、ここは無理にナクア選手に投げない方がいいかもしれないですね。本当はナクア選手とかに投げたいけどね、ここはやっぱりもうヤード数削っていきますか。なのでここはヒグビー選手でいきましょう。やべえ、マジおるか。ナイスキャッチ。多分ああいうのもまあその要は信頼関係があるから、まあ今までのあれですね、要は行いみたいなもんなんですけど、 OK、 じゃあここはランでいってみますか。いきます。まあ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 、よし、そうですね、これはむずいな。メッシュでいくか。ちょっと厳しくなってきたね。でこれはブラウン選手かもしくはアダムス選手ですね。でもどっちかなんだよね。よし、行きますか。こっちだな。よし、オッケー、ナイス。よし、
オッケー。はい、ということでですね、まあちょっとさっきのプレーもね、振り返っていきたいというところで、ちょっと見ていきましょうか。で、まあさっき投げたのが、ブラウン選手ですね。ですね。この、プレイデザイン自体ですね、メッシュって言って、こう、真ん中のところをこう、行ったり来たりするような、コンセプトのある、プレイデザインなんですけど、要はですね、こういう真ん中をこう、行ったり来たりするっていう、まあ、左から行って、右から行ってみたいな感じの、プレイデザインっていうのは、要はこの中央ですね。この中央がめちゃくちゃ混雑し始める、デザイン、てかプレイデザインなんですね。で、まあ、さっきのやつはじゃあどうなったかっていうと、まあ、ブラウン選手の前のディフェンス、これですね。このディフェンスですね。このディフェンスがまず、スナップ前から走り始めて、で、スナップした後のところにまでついてくるんですけど、このディフェンスがじゃあどういう、動きをしてなんで今フリーになったかっていうところで、まずここのディフェンスですね。65番のこの前のディフェンス。この前のディフェンスが、実は、こういって、ヒグビー選手にひっついていこうとしたんですよ。で、こう言ってるからこそ、ここのディフェンス自体もこう来てるじゃないですか。で、ここで衝突してしまって、ブラウン選手がその間をスル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 って抜けて、ここに行ったんですよね。そう。だから、なんていうのかな、フリーになってたんですよね。で、なおかつアダムス選手がこう走ってくるので、ここのディフェンスも来るわけですよ。なので、ここら辺でもう大渋滞しちゃって、アダムス選手も大体フリーだったんですね。けど、圧倒的にフリーだったのが、このブラウン選手ですね。で、ここのスペースに、投げたというところで、そういう今のは形的に綺麗にはまったっていうところでね、ちょっと見ていきましょうか、実際の動きをね。で、今ちょっとブラウン選手が走り始めましたよと。で、そうするとブラウン選手の前のディフェンスですねが、まず、まあ、ブラウン選手にぶつかったっていうのもあるんだけど、65番の前のディフェンスですね。65番の前のディフェンスがまず横に行ってる、そんでぶつかってるんですよね、ここで。そうすると、まず、ブラウン選手がフリーになりますよと。そう。で、アダムス選手のところ、今見てもらえれば分かると思うんですけど、そのブラウン選手を追いかけてくるディフェンスと、アダムス選手がひっついていかせてるディフェンスがまずぶつかってると。で、まずここでワンテンポ遅れるわけですよね。なので、これはもうどっちでも出していい。どっちに出しても通る形で、決まってて、で、まあ自分はまあブラウン選手に投げたんですけど、そういう形でね、まあ決まったというところで、今さっきのはもう完全にコンセプト通りの要は、中央のスペースを大渋滞させて、まあ混乱させて、なんだろうね、フリーになるというところで、ちゃんとできてたかなというところでね、いい感じだったんじゃないかなというふうに思います。はい、ということですね、まあちょっとさっきのプレーはすごい気持ちよく決まったかなというところで、ワイシェイクいきましょう。おっしゃ、なんとなく真ん中のディフェンスがまた手薄、まあでも下がると思うんですよね。で、下がってきたところにワンフェイント入れて中に入ってくるヒグビー選手ですかね。行ってみましょうか。ここ、よし、ナイス。よーし、ナイス。いやー、ちょっと危なかったけど、まあ今のはいい感じで決まりましたね。おっしゃ。なので、そうっすね。ちょっとこれでいってみましょうか。そうね、ここは、アダムス選手かな。アダムス選手が一番いいと思うんだけどな。で、まあ、ウィリアムス選手、まあ、これ真ん中のディフェンス次第ですね。で、多分、まあ、下がるとは思うんだけど、まあ、中川選手も走ってるしね。まあ、アダムス選手でいきますか。よし。マジかい。マジかい。ちょっと投げすぎたね。よし。とりあえずまあでもセカンドダウンなんでまだギリギリいけるよ。なので前に進みたいということで、まあこれはアダムス選手かな。よしよし、オッケー、ナイス。
さて、そうね、どうすっかな。スロットクロスでいきますか。で、この真ん中を、まあ、ブラウン選手が、引き連れていくか、もしくは、真ん中が後ろ下がれば、ブラウン選手かな。で、その後ろから、ディグで入ってくる、まあ、アダムス選手、いければ行きたいですけど、まあ、ちょっと真ん中のディフェンスの動き次第ですね、これは。こっちだな。よし、よっしゃい、ナイスーしゃー、よし、オッケー、よかった、危ないね。ギリギリの戦いをしてますけども。さて、これは、そうね、アダムス選手かな。ちょっと、それでいこうかな。よし、いいよ。オッケー、ナイスー。いやー、よし。いや、いいでしょう。ちょっとナクア選手とのね、連携も考えておきたいんですよね。ちょっと評価というか、その信頼関係を築いておきたいのよね。なので、ここに対してはナクア選手がディグで中に入ってくるけん、ちょっとそれでいってみましょうかね。いけるか。ナイスキャッチ。いいでしょう。いいよ。で、これで無理し始めるとやっぱきつくなってくると思うので、ちょっと今のところはまだ信頼関係のある形で、でもまあ中川選手でいきますか。で、これ真ん中、まあ要はウィリアム選手がまあ結構ね、なんつうの、ちょっとロングというかミドルかな、ミドル気味で走るので、しかもディグをしてくれるので、そこら辺のね、まあ真ん中のディフェンス動き次第ですね。こっち行こう。よし。まあいけたとは思うんだけど、あんまりちょっと今の段階ではあんまり無理したくないなーっていうところで、今のはまあ中川選手に任したっていう感じですけどね。で、これですよね。これ、まあウィリアム選手の前のディフェンス次第ですね。これが動かんかったらもうウィリアム選手かな。ただまああっちもあっちで引き渡すかもしれないので、こっちでいいですね、やっぱ。よし、オッケー。4ヤードか。うわー、まあでもいい終わり方ではあるか。ファーストダウンは取れなかったけれども、よし。あれでね、最悪なのがやっぱりイントされて終わるとか、あれが一番最悪ですよね。なのであれそうじゃなかったので、とりあえずは良かったかな。で、これでいきますか。で、これはね、そうね、まあブラウン選手が真ん中引っ張っていってくれれば、ディグで入ってくるアダムス選手かな。こっちに行っとこう。よし、オッケー。はい、ということでね、ちょっとさっきのプレーも見ていこうかなというふうに思っておりまして、で、ちょっとスナップ前に言った予想、というか自分の考えとはちょっと違ったコンセプトだったみたいでして、で、そこら辺をちょっと踏まえながらちょっと見ていきますね。で、最初僕、ブラウン選手に投げようか、それともアダムス選手に投げようかみたいな感じで言ってたんですけど、で、このブラウン選手がですね、この真ん中のディフェンスどっちかをまず引きつけていってくれるかなと思ってたんですよ。で、そういうコンセプトなのかなって思ってたんですけど、実は、この真ん中のディフェンスではですね、ここのウィリアムス選手とヒグビー選手ですねに、ついていくという形の、ディフェンスのやり方をしてて、で、2人はこう走っていくんですね。なのでこういう風にこうついていくわけですよ。っていうことはこの真ん中のスペースが空くわけですよね。で、多分このプレーはなんていうのかな、さっきのタッチダウンの時のプレーと同じプレーなんですけど、要はですね、なんであれ開いたんだろうってちょっと俺も思ったんですけど、こういうことだったんですね。こっちのディフェンス、こっちの、ウィリアムス選手とヒグビー選手にひっついていってこういう開く。で、っていうことはこのディフェンス自体もこう開くというところで、いたみたいなんですね。で、つまりここのディフェンスとブラウン選手、要はブラウン選手がここのディフェンスを抜いた時点で
勝ちなんですよ。まあ要はここのディフェンスがこの止まってこうカバーに来てたらちょっと難しかったですけど、今回はここのディフェンス、ヒグビー選手とウィリアム選手にひっついていってたので、まあなんとかここが開いたっていう形になって、まあブラウン選手に投げれたよっていうことなんですけど、もう一個ね、ちょっと気づいたのが、ここのアダムス選手ですね。このアダムス選手がじゃあどうなってたかというと、本来ならこういって、この辺でディグをしてこう入ってくるわけですよ。で、ブラウン選手がこう入ってくるわけでしょ。で、ここの、要はこのディフェンスもついていくからいなくなるっていうので、しかもこのディフェンスは多分下がってるんですよ。要はロングかなって思ってカバーするために下がってるんで、要はここのスペースが空くわけですね。で、さっきのタッチダウン取れたところはそういう形でここのディフェンスも振り切れてたし、ここのディフェンスも下がってたしっていうので、さっきのタッチダウンは決まったんですけど、今回はじゃあどうなったかというと、このディフェンスとぶつかっててですね、まあ要は一歩遅れて抜いたんですけど、抜いた後にすぐディグをしてるので、要はちょっとごちゃごちゃなってたんですね。で、それでちょっと止められてたっていうので、まあさっきの判断的にはこのブラウン選手で正解だったのかなっていうプレーでしたね。はい、ということでちょっと一回ね、実際見てもらいましょうか。で、まあ真ん中のディフェンスですね、まず見るの。まず、はい、開いてます。で、ここでブラウン選手がもうディフェンスをまず1枚抜いて、自分についてたディフェンスを抜いてたんですね。で、そこにもうパスをしちゃったっていう形なんですよ。で、じゃあアダムス選手はどうかっていうと、まあこれ一番右ですね。ごめんなさい。一番右ですね。これですね。アダムス選手はどうなってたかというと、まあ、引っかかって、抜いたんだけど、その後に、ディグをするんだけど、そこでも引っかかって、っていう形で、ちょっとうまくいけてないっていうのが、まあちょっとここではあったかなっていうので、まあさっきのは、ブラウン選手に投げて、正解かなっていうプレーでしたね。はい、ということで、ちょっとやっていきましょうか、続き。そうね。そうだな、ファーストダウンか。で、ここな、あと1分か。よし、じゃあエスケープで、ここはナクワ選手来たけど、まあヒグビー選手、ナクワ選手かな。よし、ちょっと一旦いけるか。ナイスキャッチ素晴らしいナイスキャッチです。オッケー、これはランでしょうね。これで要はオーバータイムかな。オーバータイムにもつれ込む作戦にするかどうかっていうところなんだけど、31秒でしょ。どうすっかな。これでな、変にパス出して取られたくもないけどな。そうなんだよな。オッケー、よし、じゃあ31秒ちょっとかけますか。で、ここで出すのはまあ理想で言えばアダムス選手か、まあナクワ選手だろうね。でも多分相手も分かってると思うので、ヒグビー選手かな。ダメか。まあでももうちょっと前に行こうか。ほんで、フィールドゴール狙えれば一番いいかもしれないですね。なのでちょっとメッシュかなんかないかな。あった。ここでね、もうちょっと前に進めればね、フィールドゴール狙えるんだよね。だからオーバータイムに行かなくても勝てるっていう形ではあるっていう感じかな。なのでここは一旦とりあえず前に進むというところで、まあナクワ選手かアダム選手ですかね。行きましょう。いや、こっちで行きましょう。よし、いいでしょう。さあここでオーバータイムになるかな。ギリギリフィールドゴールいけたと思うんだけどな。よし、ナイスです。よっしゃー。いや、いい判断だったと思いますよ。今の下手にロングを投げずにフィールドゴールで、まあ要は勝つっていうところまで持っていけたので、
それはそれで良かったかなっていうのはあるんですけどね。ちょっと中川選手ともやっぱりほらね、低いっすよね。まあ、アダムス選手とか、まあ、ヒグビー選手とかっていうのは結構高いんですけど、結構使ってる頻度も高いのかな。まあ、実際ね、まあ別に差別をしてるわけでもなんでもないんですけど、本当は中川選手とかバンバン使っていきたいタイプなんですけどね。そこら辺がちょっとまあ、まだうまくいってないかな。でも、あれ、変にね、負のスパイラルに入る時があるんだよな。なので、まあそこら辺をね、ちょっと上手に、まあ中川選手も、ショートパスとか地道に稼ぎながら、ちょっとね、信頼度をどんどん上げていきたいですね。はい、ということで、まあ今日はちょっとスーパースターモードで、まあブラウンじゃねえや、ブロンコスと、試合をしていきました。で、まあこういう形でね、ちょっとスーパースターモードも今後続けていこうかなというふうに思っておりますので、楽しみにしていただければなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。